いろんなそのマージンもあったので、基本その撮影出演にあたっては600万。おお、600万。600万でしたね。すごいな。去年から始めたのはその講演会とかですね、呼ばれる時にこういうテーマで話してほしいですみたいなのを、まあでも僕は全部ダンスで経験したことを話してるんですよ。夢のこのなんか叶え方みたいな、若い子に向けて。はいはいはい。ダンスとの出会いを聞きたいねんけど、そうですね、まあテキサスで出会った。いやテキサスではマイケル・ジャクソン見てました。ただね、これ実はストーリーがあるんですよ。僕がアメリカにいる時に見せてもらってた映像ってマイケル・ジャクソン関係のやつで、キャプテン EO っていうのがあって、こっち帰ってきてディズニーランドでね、やってたんですよ。キャプテン EO やってた。そうそう、3D のやつやってたやつ。あれも見て、あ、これ見たことあるみたいな感覚だったんです。まあで親に聞くと、まあ向こうでそれ見てたよ。それ3歳までやろ。でもそうそうそう、帰ってきて、まあでもずっと兄を追いかけ野球やってた。両親とも日本人なんやろ。日本人です。ただ父親は柔道の師範代みたいな人で、すごいな。めちゃめちゃ厳しかった。そのタイミングが高校でダンスをやってるやつがいたんです。でそのまあ僕の友人がそれこそあれですよ、フローリアーズの綿が僕の同級生。高校の同級生。渡部が高校からブレイクダンスやってたんです。床でくるくる回ってて、で僕らはそれを見てて、でちょっと野球をやってるけど教わるみたいな、で行ったみたいので、いや無理だわって言ってたんですよ。じゃあブレイキン入りなの。ブレイキン見てました。まあ踊りはこれ見たことあるっていうのは、中学校後半ぐらいで岡村さんがめちゃイケでスマップさんのライブにね乱入して、でウィンドミル回ってたんです。でそれも見てたんで、俺と同じだみたいな。なるほど。岡村すごいな。いやすごいですよ。だから僕ら世代はみんな岡村なんや。めちゃイケです。僕らダンスの情報はまずめちゃイケか、とゴリさんが踊ってたやつとかでしたね。俺から見たらなんかもうそんなことやってんなーって思ってんのよ。いやお前ダンスやめたのにまたお笑いで行くって言ったのにまたダンスでそんなことやってんねや。僕らは知らなかったですよ。ダンスができる芸人さんだと思ってて、なんか岡村さんって実は関わってるらしいよみたいな情報を受けて、どういうことってなって、大阪の伝説のチームにいたらしいよっていうので、なるほどなるほど。それってマシーンさんが関わってるチームじゃんっていうところから、マジっすかみたいになったんですよ。あれ本当なんですね。まさにそのエンジェルダストブレイカーズ。はあ、本当にいたんですね。本当にいた。っていうか岡村の方が先輩。俺より。そうなんですか。マシーンさんより先輩なんですか。もともとエンジェルダストブレイカーズではなかった。浦須さんっていう人がおって、ディスコソウル時代から踊ってる人な。俺の2歳年上だけど先輩ですね。そうそう先輩おって、で浦須さんがエンジェルダストっていう立ち踊りのチームを作ってる。でそのメンバーの弟にヒデっていう子がいて、でそのヒデの同級生が岡村や。なるほど。でそれが中学の時に兄貴に憧れてそのヒデ君がダンス始めて、岡村もなんやなんや言うて一緒にやり始めた。こいつらちょっと見てやってやって、俺はその時おらへんからね、浦須さんの話があって、でうまいから言ってキッズチームを作って、それがエンジェルダストキッドやねん。いつも岡村がテレビで僕はキッドなんでキッドなんでっていうのはエンジェルダストキッド。そういうことなんですね。そういうことやねん。だからエンジェルダストっていう大人の立ち踊りチームがあって、そのメンバーの弟のヒデと岡村がやってたのがエンジェルダストキッド。俺はまだエンジェルダストにも出会ってない時期にローラーブギーっていうローラースケート場があって、そこでブレイクダンスコンテストがあるからって言って見に行ったんよ。ほんならそのキッドが出てて、俺らがまだそんなにね回れない時に岡村がガーン回ったり、ドリルをやったりとかっていうのをやって、今でいうキッズと一緒やわな。要はちゃんと浦須さんらが振り付けして、でそれでちゃんとポップとかロックとかブレイク全部混ぜて踊って優勝してんです。優勝したんですね。すっげーってなって、そこからあいつらなんて名前やねんって言って、ほんで岡村秀っていうねんって、めちゃくちゃすごいやんっていう印象やって。でもめっちゃ年下やから別にライバルとも思ってない。すごい子供おる。俺大学生で中学生だからね。でその後にナビオ前っていう歩行者天国、いわゆる大阪のね歩行天に俺が繰り出してやってて、谷口っていうやつを出会うの。でそいつが死ぬほどうまかった。でそれは
岡村の1個年上。たまに岡村もナビオ前に来たんかな、ほんでそこで谷口とバトルすんのよ。谷口と岡村が何回かこう会った時に常にバトルしてどっちがうまいみたいな話で、そのバトルが結構名物やつ。じゃあかなり中枢にいたんですね。そうそうそう、俺とフージーと谷口っていうやつで、そのナビオ前でもちょっと外れの方でやってた。別だったの。別やった。だいぶ経った後にブラスさんがナビオ前に来て、うちのチーム入らへんか言われてんけど、シェリー君派閥とブラスさん派閥とかそうか、その時代の。で俺は別にただストリートで踊ってる人やってる。はいはいはい。俺もその派閥どっちも入んの嫌やから、でも岡村の練習見れるでってフージーが言い出して、入らんでもええからお兄ちゃん行こうやって言われて、岡村見れるで。だからそれぐらい岡村ってすごい存在。谷口はもうライバルやから俺は絶対行けへん。フージーはもう見たいから岡村見に行こうや。なるほどなるほど。で俺もめっちゃ嫌やってそんなふざけんなよ。でも分かったよって見に行って、ワンルームのめっちゃでっかいマンションをエンジェルダストの人がみんな共同で借りて、そこにリノリウム引いていつも練習して、そこに岡村がおって、回ったらやっぱり「うまっ!」後から谷口にどうやったんだりめっちゃうまかったねやっぱりもうペッてもうだ一振り目からもう完全にトップスピード入んで「やっぱり!」とかそんな話で。でもうお互いバチバチなのよ。でももうブレイクダンスブームがバーってかげっていって、もうどんどんもう周りがやめていって、エンジェルダストも結構メンバーがやめて、その時にディスコのショーのオファーが来て、だからメンバー足りへんからお前ら一緒に出てくれへんって言われて、ギャラも払うわって言われてから、あそれやったらヘルプで行こうって言って一緒に出て、でそっからブレイカーばっかりになって、俺とフージーと谷口も入ってたから、でエンジェルダストブレイカーズに名前を変えて、そこで結成するんですか。そうなんすか、この歴史を僕初めて聞きましたよだから浦瀬さんが初代リーダー、みんな俺が作ったと思ってるけど、俺は全然作ってない。いやこれはレアな情報。やっぱりすごかったんですか、岡村さん。やっぱすごかった。面白かったですか、トークとか。全然面白くない一言も喋った記憶ない。静かなんだ。いやそら中学生でみんな先輩ばっかりやん。そっかあまりね、練習来てももう確かにこうやって隅で先輩ばっかだから座ってて、飲み込みが早かった。なるほどなるほど。大トロもすぐ教えたらできたし、何でもできたんですね。飲み込みが早かった。へえ、すごいじゃないですか。じゃあもしそのままダンスを続けてたら、マシーンさんの横にいた可能性あるわけですね。やと思うの、ずっと続けてたらね。そのタイミングで高校行って、俺もうダンスやなくてサッカーやるって言ってサッカーに行くの。なるほど、もったいな、逸材があんなにこうみんな注目してた。まあなーっていう、まあ止めらんないですよねそこはね。でその次に何年かして花月の下にレッセジェニーっていうディスコがあって、そこで親がエンジェルダストブレイカーズショーをやってなんかのパーティーで、でそれ終わってその上で上がってきたら岡村が偶然やって浦さんが「お岡村やん」って「ああ!」ってなって、で何してんのって「いや僕あれですわ」って「今吉本で習ってるんですよ NSC 行ってるんですよ」みたいな。え、そうなんお前サッカーやるって言ったからやめていいよって言ったのにお笑いなんて全然あかんやんけ、いやすいませんって言って別れたみたいな。で浦瀬さんはあいつと笑いなんかあきれないってなりましたね。一言も喋らないやつがお笑いなんかできる思うかって浦瀬さん怒ってる。でもあれよといううちにこう名を上げてるわけですよ。当初はそんな売れへんかったから、大阪ダンスディライトの MC を頼んねん俺が。なるほど、岡村さんに。そう最初はディスコ上がりの人とか DJ の人とかやってて、毎回こう変えてって俺はそのばったり会った時に岡村とちょっと連絡を交換してて、でどうしてるみたいな電話をたまにしてて、でそのつながりでもう MC おらんわって言った時に岡村に「あいつなんか芸人やってる言うてるから一回頼むわや」って電話して「もうめちゃくちゃ嬉しいです」受けてくれてんけど急にそっから売れ始めた。すんませんと僕ちょっと忙しくなりました、せっかく荒さんにあんなん言ってもらったのに僕ちょっと出演できないんですけどお断りしていいですかって「しゃあないなあ」って言って。だからそこで岡村が MC をしてたらすごい伝説や。そうですね。
うわ惜しい惜しいね。惜しいタイミングが。あと1ヶ月ねえ早う開催してたら。そう考えると今回そのオリンピックの関係で岡村さんがホスト的な感じになるじゃないですか。それやっぱ嬉しいいや嬉しいですよね。でもやっぱり俺はその後輩やし何の影響も受けてないやん別に。でもみんなカイトも含めみんなが岡村さんを見て始めたって言うから b ボーイ C ねやっぱもう絶大なるこうリスペクトがあるから。でやっぱり自分も最初にこうハマったものがブレイキン。確かに動画は常に見てるって言ってるから大好きなのは大好きなんです。相当感動してるんでしょうね広がり方自体。そうもう最近ツッキーくんとかめちゃくちゃエグいじゃないですか。めちゃめちゃ知ってるな細かいとこまで。とかねいいっすね。あんなん勝てるやついるんすかとか。いやいいっすね。なんか沖縄で久しぶりに会って結構話して。これだから今後もしかしたらここに岡村さん来る可能性ありますよね。来てほしいよね。ね、来てほしいな。本当にありえますもんね。ありえると思うね、ぜひ。サークルになってそのダンサーたちが踊るわけですよ。一人のダンサーがバーンって出てきてうまいんですよその子が。僕らのダンス人生をかけたディライト、あれは見てほしい。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そして1月28日川崎クラブチッターポップボックスお待ちしております。詳しくはこちらよろしくお願いします。絶対来てください。